最強のインカムはどれだ始まりました。始まりました。最強のインカムはどれだのコーナーです。はい、どれだ選手権でございます。いろいろね、激安インカムなり、別に激安でもない普通のインカムなり、最高峰インカムなり、いろいろね、こう動画で比較させてもらったんですけれどもね、前回直近でやったのは他社接続機能どれだけ優れているのかみたいな。やっぱ他社接続って他の人と機械が違かったりとかした時につなげて便利やから、ただ音質が悪くなったりとかしてどれが一番安定してるのかみたいな、いろいろやってみましたけれどもね、今回はですね、最高峰インカムと言われる B コムセナカルドをですね、ついに全種使用することに成功しましたので、セナだけはね、旧式 30K しか使ったことないんですけど、 30K でも結構いいモデルやったからね、それを踏まえて最新の 60S、こんな感じじゃないかなっていう予想にはなるんですけれどもね、この3メーカー比較していきたいと思います。ちなみにね、今これ他社接続でカルドパックトークプロと B コム SB6XR つないでおりますが、めちゃくちゃ安定しております。音質はカルド同士よりちょっと低下するってぐらいですけど、ブチブチいったりとかは全然ないですね。全然ない。はい、これはセナの時もね同じだったんでね、全然問題なく、てか今の機種は問題なく他社接続いけるのかなっていう、今回比較するモデルではね大丈夫かなって感じしてますね。ちょっとそれ以外のね比較情報をいろいろ集めてみたんですけれどもね、ボリュームが結構あって、これカンペ見ながら走るの危ないんで、ガレージでねペラペラ喋りたいと思います。それではガレージへレッツゴー。書いてきました。最高峰インカム結局どれがいいのみたいな。難しい。もう難しかったですね、これは今回。最初から答え言うとほぼ同率。個人のね、やっぱこういうところ重視したいとかそれぞれあると思うんで、そのポイントですねをこう紹介していけたらなと思います。玉里さん今つけてるやつですね。これはい、カルドエッジで、俺が今つけてるカルドプロセナ 60S、 これ使ったことないです。 SB6XR B コムですね。この4モデルを比較していこうかなと。比較項目がまず音質、あとつなぎやすさで価格で、バッテリーの持ちですね、使いやすさ、メリットデメリットっていう感じで、つなぎやすさじゃなくてその他使いやすさって感じですね。使い心地のいいとこ悪いとこ、このね5項目で勝負させていこうと思うんですけど、どうします？ B コムからいきますか。国内メーカー B コム SB6XR なんですけれども、今回ね我々もね長年間を空け B コムに戻ってきました。5ぐらいは使ったことあるんかな。で 6X は繋いだことあるんでどんな感じかわかるんですけど、どんどんB コム良くなっていってるっていう、はっきり分かりますね、そこは。じゃあ音質に関しては他のモデルと比べては結構普通ですね。はい、ここは結構普通です。カスタムスピーカーがあるんで B コムに関してはそちらをつけると良くなるかもしれないですけど、悪くはないけど一番いいとも言えない普通に位置しております。ただですね、ノイズキャンセリング機能がちょうどいいぐらいです。高速とかでめちゃくちゃ風切り音がうるさい場合は試してないんでちょっと分かんないんですけど、声がめちゃくちゃ消えてしまうってこともなく、なんか変な風切り音とか、あとは AI 処理とかで変な雑音になってしまうっていうパターンもなく、結構ねその高精度なノイキャンするとなんかね変な音になる時あるんですよ。ノイキャンが働いてガチガチみたいな、そういうのもなく程よく効いてるなって感じ。そこら辺使いやすいかなと思うね、音質に関しては。で次のつなぎやすさなんですけど、こちらはもうこの3種類の中では一番いいかなと思いますね。その理由が国産メーカーなんで動画とか説明書とか分かりやすいんですよ。なるほどね。説明書がとてもすごい分かりやすい。全部日本語で書いてあるし、単純。動画に関してもすぐネットで調べて出てくる。カルドとかね、他社メーカーつなぐのとかアプリ使えばできるんですけど、パッて探すのむずいですね。どういう風にやるかみたいな手順が。旅先でその友達とつないだりするからパッと出てくるのがありがたいよね。その辺もその友達とつなぐっていうのも使用率が一番多いのは B コムになってるんで、今のところね。だからその辺でもねメーカーが揃ってつなぎやすいっていうのもあるんで、つなぎやすさで言う B コム一番いいかなって思いますね。価格ですね。価格これも、一番安いです。デュアルで買ったとしても8万円ぐらい。カルドのねプロシングルと値段がほぼ変わらないぐらいで2台買えると結構安いですね。でさらにですね、これバッテリー持ちですね。これはもう昔から B コム言われてるのはバッテリー持ちは圧倒的です。カタログスペック22時間、1日余裕ですね。途中で切れたっていう人あんま見たことないです。 B コム使ってて。で最後の使いやすさのメリットデメリットに関しては、ここもね国産メーカーでサポートがいいっていうところですね。出したことないですけど修理とか出すと多分対応してくれる店も多いと思う。であとはバッテリー交
交換のそのサービスがある。有料なんですけどバッテリーを交換してくれるねサービスがあったりとか、その面でね長いこと使うのは使いやすいかなっていう部分もありますね。短所で言うと他のメーカーはついてるんですけどボイスコマンド機能がないですね。確かにないな。そう「ヘイカルド」みたいな、まあでもあんまり使うかって言われたらそんな使ってないですよね。ボリュームアップとかたまに使うことあるけどそんな使ってないんで、まあどちらかというとこの価格的に省かれたんかなっていう気もします。個人的にあんまり好きじゃないコードが垂れてしまうっていう部分、充電の時に本体だけを外すためにマイクの線とそのスピーカーの線が台座に繋がってなくて線が直接繋がってるんでポロンって垂れるんですよね。だから充電する時にヘルメットから外さずに充電するんだったらいいんですけど、取って充電したいなと思ったりするとちょっと線が垂れた状態になってプランプランするの嫌やから、その辺はちょっとねコードが垂れるのはちょっと煩わしいかなと思うところがありますね。こんな感じで総合的にいいんですよビーコム。ちょっと注目、ランページモンキーのオリジナルブロマイドがミニストッププリント、ローソンプリントで販売してるよ。ランダム全6種、シークレット1種、さらにそれぞれ限定ブロマイドもあるよ。ぜひコンプリートしてね。カルドのエッジとプロいきますか。カルド、はい、カルドね、今つけているのもカルドで喋っているんですけど、まずね音質、これがねもう我々にとっては、圧倒的に最高でしたね。肉声にほぼ近い感じになって、これ B コムはすごいね機械音っぽい電話してる感じの声になるんですよね。結構肉声に近いような感じでカルドは通信できます。コメント欄で誰も言ってなかったな。まあでも気づいててもいちいち気にならんか。ランページモンキーって 4K 出るんですかみたいな。そんなコメントってやっぱガジェット系しかつかんか。分かってんで。分かってるん。めちゃくちゃ分かってんで。さすがにな。R7 車検の下からウォーミングアップしてんねやろ。その綺麗な音質を実現してることも関係あるかもしれないですけど、ノイキャンきつい時ありますね。結構ねハッキハキ喋らないと最初の文字消えちゃう時があるんで。関西一美味しいって書いてたから行くしかない。飛んでる声飛んでる声飛んでる声飛んでる、全部飛んだ、行くしか。あとはねこれ高速とかそういう状態でもねすごいクリアにしてくれるっていうメリットもあるんで必要かなと思いますね。であとつなぎやすさに関しては特に問題なく普通って感じですね。でアプリ使えば簡単にできるのと、ただ情報がちょっとさっきも言ったみたいに少なめ、ネットでこうやってやりますみたいな動画があんまりなかったりとかちょっと少なめかなっていうのがありますね。でこれがちょっと唯一のマイナス評価とまで言わないですけど価格面ですね。価格がね一番高いです。プロに関してもエッジに関してもね、プロが79,800円でエッジの方が66,800円ということで、この中で両方とも高いですかね。あとはバッテリー持ちに関してもですね、この中では一番短いかなと。一応13時間らしいんですけど、そこまで使ったことないんでねどんぐらい持つかわかんないんですけど、セナに対しても B コムに対しても一番短いかなって感じがしますね。使いやすさに関してのメリットデメリットですけれども、プロに関しては衝撃検知機能がついてるんで、それに合わせてオートで電源オンオフしてくれるんですよね。持ち上げたら起動してちょっと長い間その形で置いとけば消えてるみたいな。ただそのオート電源オンオフ結構誤作動することがありますね。一回ヘルメットを持ち上げてその被って起動してるけど、なんかその間にまたじっとしてたらまた切れてたみたいなことが何回かありましたけど、頭振っとかなあかんみたいなでもご飯食べに行ってる間とか結構便利かなと思ったりしてますね。いちいちつけたり切ったりせんでいいっていうのは楽ですね。でこれプロに関しての欠点なんですけど、これもスピーカーがちょっとねいいんですけどでかい。これどうなんですかね、 AGV のヘルメットにつけてるんでつける側が小さいのかどうかわかんないんですけど、結構ね窮屈な状態で耳のところに収めてますね。だからあんまり出っ張りすぎると耳に当たって痛いみたいなこともあるかもしれないです。そうですね、こんな感じですね。カルドは総合的にも最高峰にふさわしいんじゃないかなっていうスペックが揃っております。プロに関してはね特にね他のメーカーにはないような衝撃検知とかついてたりとかね、音質もマジで最高峰っていう感じですね。でラストセナ 60S ですね。こちら使ったことないんでね 30K は使ってたんですけどね、50ともつないだことありますね。その辺からの予想と使ってる人の意見を聞いた総合評価になるんですけど、音声ですね。音声はこれも良さそうですね。良さそう、はい、使ったことないんで良さそうっていうことにしてきます。良さそう、はい。その良さそうの理由が他にもついてる AI のねノイズキャンセリング機能しっかりついてて、でスピーカーに関してもパーマカードンっていうメーカーのねスピーカーを装備しております。彼らで言うと
JBL スピーカーですね。そういう音質にもこだわったちゃんとスピーカーを作るメーカーをこうつけるっていうところで、音質良さそうですね。いいんでしょうけど使ってないんで良さそうにしておきます。なんならその 30K 使ってる時に音質悪いと思ったことないから、ないな。その最後熱ブレかけた時にその音がブチブチ言い出すようになっただけで、普通に使ってれば別に結構音質いいから。いや、繋がってたかもしれへんけど、盗み聞きされてた。いや、それは怖いな。無言で無言で。そうやねん。このセナのすごいのは無言のタイミングがマジで無音なんよ。お前ら均一でお願いだって言ってたから、そう、内緒にしてって言ったからな、そう画質が綺麗ですね、もう一切なかった。素晴らしい。ということでカメラね、元に戻します。戻すんや。嘘やん。でか声。おかしいと思ってた。ずっと異変には気づいてた。おマジでおタイヤ変わってる。変わってないよ。なんか今日めっちゃいいねんな。空気圧ちゃう。空気圧を調節してくれた。ああ、違います。で次、つなぎやすさに関しては普通、一応普通としております。でこのつなぎやすさがこう普通としたのも、これ使ってないか分かんないんですけど、30K の時にね別に支障なかった。メッシュ機能がバージョンアップして 3.0 ってやつになってるんですよね、前より。これによってねちょっと強度がアップしてるんですよ、そのメッシュの接続強度が。だから前の 30K とかに比べてはさらにつながりやすくなってるんじゃないかというふうに、予測します。で次、価格ですね。価格が 64,680 円で、これはね一応間に位置するんですけど、30K とかから比べるとかなり上がりましたね。デュアルにすると12万近くいくっていう状態になるんで、結構高くなってますね。この部分ではね B コムを除き全体的に B コムもちょっと上がってはいるんですけど、高級品になってるんで、このハイスペックインカムっていうのはこんなものなのかなと思ったりもしてますけど。で次、バッテリー持ちですね。メッシュ接続で、17時間、これ中間ですね。大体間ぐらいの時間、 B コムより短くカルドより長いっていう感じで中間になってます。これもいいんじゃないですかね。結構 B コム全然余裕って感じなんで、多分セナでも多分普通にいけると思いますね。正直 30K でも普通に充電してたら途中でなくなったことないもんな。今までで1回もないよない。なんか B コムがそのバッテリーがバカ強いっていう、もうオーバースペックみたいなとこあるから全然問題ないかなとは思いますね。使いやすさに関してはこれ唯一のねダイヤルでかいやつなんですよね。確かにでかかったな。でカルドもね一応音量のとこダイヤルなんですけど、縦のちょっと細長いやつなんですよ。ちょっと探さないといけないっていう。セナに関してはダイヤルでかいので音量変えるのとか一瞬やし、触れるだけでガチャガチャっていくやん。そういうねいろんな他の操作もダイヤル結構使いやすいんで、その辺は唯一ダイヤルいいのかなと思ったりします。デメリットに関しては使ってないんであんま言えないですよこれは。確かに。デメリットもしかしたらね使ってる人いたら教えていただければ、こういう問題もあるんかってことが分かるんで参考にしたいんで、ぜひねコメント欄に書いていただければと思うんですけど、我々は使ってないんでデメリットは言えないですかね。イメージとしては 30K の時からそのグループ接続が強いなっていう感じがするんですよ。セナ同士で繋ぐなら結構簡単に繋がるし、結構何台も繋いでも普通に安定してるみたいな、グループ接続強いなっていうのあったりして、で 50S まだ買えるかと思うんですけど、価格差が8000円なんですよね。 60S にしたらでかっ。でかいんですけど8000円高くなっちゃうんですけど、メッシュが新型になって上がってる。でBluetooth も新しくなってて、でノイキャン機能も新しくなってて、でマウントがマグネット式になってるんですよね。結構取り外しが楽なんで。であとは、バッテリーが増えてますね。 50S と比べて 60S になるとバッテリー持ちの時間も伸びてると思うんで、それやのに充電時間が短くなってると。短時間充電できてバッテリー増。あとはねネオンがついてておしゃれです。おしゃれになってるな。はい、ネオンの色とか変えれるんで。さらにおしゃれ面で言うと側面パネルをね、B コム唯一ついてたその側面色変えれたりとかデザイン変えれる側面パネルを交換できるっていう機能、あれもね今回 60S になって追加されてるということで、この差があるんで、8000円出してもいいかなっていう、 50S 買おうかなと思うぐらいならグレードアップはしてるんじゃないかなと思いますね。ランページモンキー。というわけで3メーカー A4 モデル、今回ちょっと比較してみたんですけど、接戦です。接戦やな。でもこれ順位をね別にもうつけなくていいぐらい接戦なんですけど、一応1位を決めるとしたら、1位はカルドパクトークエッジですね。こちらです。プロではなくエッジの方ですね。これね。はい。価格面もセナン 60S とあんまり変わらない。で、プロについてる衝撃検知機能、これほぼ使わないですね。使
使ってないですよ私今のところ。衝撃検知、例えば救急車でそのまま呼んでくれるとか、であればすごい安全なのかもしれないですけど、登録した人のメールに行くっていう、だからその人が見てなかったら終わるっていう感じですね。だから一部ではその iPhone にそういう機能がついてるんで、なるほど、救急連絡してくれるっていうならそっちの方がいいんじゃないみたいなこともあったりとかして、我々2人で走ることが多いから、あんまり衝撃検知を使わないかもしれない。そうもちろんねこれ我々の評価ですよ。そう我々の評価で、このカルドパクトクエッジを選んだ理由は音質ですね。で価格がちょうどバランスがいいという。プロはやっぱ高い、ちょっとな、高いです。であとはスピーカーサイズも、エッジになるとそんなでかくないんで5ミリちっちゃいんかな、ちょっとちっちゃいんで、スピーカーサイズがでかいっていう問題もなく、であと3台ですけどもう同率ですねこれ。同率。ただ我々収録の関係があって音質重視で選びましたけど、価格重視で選ぶならもちろん B コムが上がってくるし、でセナはちょっとあんまり使ってないんで細かくランキングでこう上下させにくいっていう部分もあり、その関係で今回ねエッジを1位にしました。ただ使用率が一番多いのはやっぱ B コムやし、インカムどれにしたらいいっていうアンケート取ったところ1位になったのも B コムです。で国産メーカーということもあり、やっぱり B コムはいいと思いますね我々は。インカム選ぶときに一番重要なんて、普段ツーリングする人たちが何で揃えてるか。他社接続ってやっぱりどんだけ良くなってもやっぱちょっと落ちるんよ。しかもな、めちゃくちゃめんどくさいのは、うちが B コムつけてて、ゆうくんがカルドつけてたんですけど、衝撃検知で置いたら消えちゃうんですよ。そうしたら B コムとの接続も切れちゃって、めちゃくちゃめんどくさかった。毎回繋がなあかんのが。ボタン1回押すだけでね繋いでくれるんですけど、ただカルド同士やと全然問題なく繋がんねんけど、この他社で繋いでる時に衝撃検知めっちゃめんどくさかったな。だから他社で繋ぐとやっぱりそういう部分もあったりするから、やっぱこうみんなで揃えるっていうのは重要ですね。でも俺モトブログやってなかったら多分 B コムにするな。うちもそう思う。5やったら B コム選ばんけど、6XR になると B コムにするわっていうね、いろいろなねその人のその何が使いやすいかっていう、どういうとこを重視するかっていうことにもなってくると思うんで、やっぱりこのクラスのね比較するとそれぞれやっぱすごいっていうことが分かりました。全部すごい。他にもね我々が挙げたとこ以外にもカルドこういうとこいいとこあるよとか、 B コムいいとここういうとこあるよとか、セナの最新使ってみたけどこんな感じやったみたいな、教えていただければと思いますので、ぜひコメントよろしくお願いします。お願いします。ということで以上、ハイスペックインカム比較してみたのコーナーでございました。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録してね、高評価もしてね、チャンネル登録してね、高評価もしてね。チャンネル登録してね、高評価もしてね、チャンネル登録してね、高評価もしてね。